おはようございます。11月18日月曜日、朝の9時半を回りました。いやー、一気に気温が低くなりましたね。さっき天気予報を見たんですけれど、今この時間帯の気温が確か9度ってなってたんですよね。いやー、だいぶ冷えてきた。昨日はすごく気温が高くて、割と暖かいなと思ったんですけど、今日は一気に寒くなりました。ご覧の通り、これ、わかります？これ今、ライトダウンを着てるんですよ。もうとうとうこのダウンを着る出番が来ましたね。だいぶ寒くなってきた。というわけでね、前回の動画と同じ場所へ来てみたわけなんですけれど、やっぱりいいね。近くに川が流れてるもんだからさ、この川のせせらぎを聞きながら、こうやって、ただ、ぼーっとするって言ったらあれだけれど、何かむしゃくしゃした時であったり、何かアイデアが思い浮かばない、ただなんとなく、気が落ち込む、その気分が落ち込みやすいってなった時ほど、こういう場所に来ると、なんだか、大半のことがどうでもよくなるんですよね。まあそんな感じですね。でも今日ね、ちょっと天気がね、さっきも言ったように、今日天気があんまり良くないんでね、これ、どんよりとしたこの曇り空、今の僕の心境に近いような、そんな感じですね。あんまり今僕自身もそんなに、あんまうまくいかないことばかりというか、ちょっとね、いろいろあるわけですよ。本当にしんどいというか、もう全然モチベーション上がらないっていうか、大半のことに興味がなくなったっていう感じですかね。それは前回の動画でも同じことを言ってるかもしれないけれど、もういろいろ試してみて、いろんなことに触れて、いろいろやってみた結果、もう十分、もうよかろうって感じですかね。いや、でもまだ人生半分も生きてないし、まだまだね、僕の知らないことはたくさんありますんで、これから先ももっといろんな場所へ行ってみたいし、もっと、いろんなところへ行って、もっとね、健康であるうちに、もっと旅がしたいなっていう気持ちは、少なからずある。ただ、次、いつ行くか、または、今ちょっと手袋外してるんですけど、これ、これ手袋した状態だと、これスマートフォン操作できないんで、ちょっと今、左手が、ちょっと、寒いです。はい。今日、何の話をしようか、迷ってはいたんですけれども、決めました。とりあえずね、今回話す動画のテーマなんですけれど、なるべく、外出先ではスマートフォンを使わない。こういったテーマで話したいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。なんで僕が外でスマートフォンをなるべく使わないようにしているかって言いますと、まず単純に、目が疲れるっていうのと、あと、スマートフォンの画面を見てるとき、前かがみになるじゃないですか。首を下に向けて、見てしまうじゃないですか。こうやってね、もう常に、もうどこにいてもずーっとスマートフォンの画面をずーっと見続けてる人って、いるじゃないですか。僕あれ見たときに、違和感を覚えたんですよね。みんな同じ動きをしている。みんな同じ画面を見ていて、で、それも、なんていうのかな。例えばね、それが駅の構内であったり、信号が青に切り替わるまでの間であったり、それ以外ね、歩きながらスマートフォンを使っている人は、未だにね、よく見かけるわけですけれど、なんていうのはちょっとこれ、すごく言いにくいんですけれど、俺あれ見たときに、ある種の、中毒じゃないかなと思ってて、依存しすぎなんじゃないかなと思ったんですよ。今、この世の中において、もうスマートフォンの普及率っていうのはもう爆発的に広がって、もう大体10年ぐらい前から、もう一気に、普及しましたよね。だって今スマートフォンなんて、これ、小学生とか中学生ぐらいでも使ってる子いるじゃないですか。僕らの頃、
中学とか、その頃なんてスマートフォンなかったし、それ以前に、僕が高校時代の時に折りたたみ式携帯、二つ折りの携帯が、出てきたわけなんで、いわゆるガラケーですね。今の若い子ってガラケー知ってるのかな？まあわかんないけれど、まあ別にいいわ。なんだろうな。話は戻すけれど、いつどこでもスマートフォンをいじっている様子であったり、もう外出先で動画を見てる人ってよくいるじゃないですか。もしくはゲームをしている人とか。まあ何でもそうですけれど、四六時中どこにいてもスマートフォンをいじる癖なのかなあれは。そういう風になってしまってるのかもしれないけれど、場所関係なく常にスマートフォンをいじっていないと気が済まないっていうような、その習慣を否定するわけじゃないけれど、僕はあんまり好きじゃないなと思ってて、なんかずっと家の中だけじゃなくて、部屋の中だけでなく、もう外出先、いつどこにいても、ずーっとスマートフォンを見続けていると、もう、一切周りの環境を見なくなってしまうということだったり、あとは他者とのコミュニケーションが減ってしまうということと、なんて言うんだろうな。もう大抵のことはもうネットで完結できる。もうインターネット上で、検索して出てきたその画像とかその動画を見て、もうそれだけに満足してしまう。で、結果的には自分が今住んでいる場所以外のところへ行きたいっていう意欲がなくなってしまうことや、それこそ海外へ行きたい、もしくは違う国へ行ってみたいっていう、その冒険心というかそういう意欲的な部分で、なんか、外の世界を見てみたいとか、異国の文化に触れたいとか、そういう風に考える人って、もう年々減ってきてるんじゃないかなと思うんですよ。知ってます？今、パスポートの取得率って17% なんですよ。そう、日本におけるパスポートの取得率っていうのが、もう全体の、17% なんですよね。もう20% にも満たないんですよ。もう2割以下の人しかパスポートを取得していない。それ以外の人たちは、もう全然、もうパスポートを取得してはいないし、それどころが一度も海外に出たことがないっていう人、結構いるんですよね。まあ、ねえ、世界的に見てこれだけ安全な国っていうのは、まあ、そうそうないでしょうし、だって、もうどこを歩いても、ゴミは落ちてないし、道は綺麗だし、ご飯は美味しいし、水も豊かで、もう最高じゃないですか。まあ、それ考えたらね、もう大抵のことはもう日本国内にいればこと足りるっていう風に考える人は、それはいるかもしれない。まあ、もちろんわかるよ、それは。その気持ちはすごいよくわかる。話を戻すけれど、外出先でスマートフォンに触れていると、なんか、もう自分の、思考が狭くなってしまう。自分が今見える、視野っていうのかな、その視野が狭くなってしまうことだったり、その価値観がアップデートされないということであったりね。あともう一つ、僕、スマートフォンでは動画全く見ないことにしてるんですよ。縦向きで動画を見るのがあまり好きじゃないっていうのと、それ以前に小さいこの形で、これでずーっとこの狭い範囲で、その動画を見続けるってなると、なんて言うんだろうな、どんどん時間が減っていくっていうのと、なんかね、目が疲れるんですよ。もう純粋に目が疲れるんですよね。で、僕、普段、YouTube とか、ABEMA TV とかがそういう動画を見るってなった時は、もう基本的にパソコンで見ることが多くて、やっぱり画面大きい方が見やすいじゃないですか。あとは以前、iPad を持ってた時期はあったんですけど、まあそれはもうすでに売りました。もう必要ないと思ったんで。まあそのこともあって、その動画を見るときであったり、あとは、まあ僕は動画編集以外にブログもやってますんで、そのブログの記事を書くときも全部パソコンでやってます。キーボードを使って文字を打つ方がめっちゃ早いんですよ。そういう、その動作、そのレスポンスの面で見ても圧倒的にパソコンの方が一番作業しやすいんですよ。動画編集するときやブログを書くときもそうだし、あとは、そういうウェブデザインじゃないけれど、そのサムネ画像を作るってなったときも、それも全部、もうパソコンでやってますね。そっちの方がめちゃめちゃ楽なんで、スマートフォンでできることって、やっぱり限られてるじゃないですか。まあ、できなくはないけれど、やっぱり、作業効率の面で見たら、どう頑張っても、ノートパソコンにはかなわないんですよね。だからその辺考えると、ちょっと、スマートフォンにあんまり依存したくないなと思うんですよね。
で、あともう一つ、そのスマートフォンをなるべくいじらないようにしているのには理由がありまして、せっかくこうして外に出てるのに、なんでわざわざ外出先で動画を見なきゃなんねんだろう。なんでこんな常日頃から、この SNS とか、見る必要のないニュースを見たりしないといけないのかなって、なんかそれ違和感を覚えたんですよね。別にそこまでする必要ないんじゃないかなと思ってさ、せっかく外に出るんだったら、もっと外の景色を見てみたいし、例えばこの、ね、川の流れを見ることであったり、その自然景色を見ることだったり、さっきもその鳥居が、こう、飛んでいる様子を見たときに、なんかいいなーってなんか思ったんですよね。まあそれもそうだし、あとそれ以外にも、その街の景色を眺めてるときも、新しい建物が作られてる様子であったりね、あとそれ以外に、喫茶店とか、そのコーヒーショップや、あとは新しくオープンする予定のお店が、できていたりとか、なんかそういう、日々の日常生活における些細な変化、そういう小さな変化を楽しむ上でも、歩いてるといろんなことに気づくわけですよ。これずーっと画面を、スマートフォンの画面を見続けていたら、何も気づかないわけですし、あと、それ以前に、健康にも良くない。そのメンタル的な部分においても悪影響しかないなと思ってて、まあちょっと、連絡をするとか、Google マップで場所を検索するとか、あとは誰かと、メッセージのやり取りをするとか、まあ、そういう簡単なやり取りで使う分にはいいですよ。ただ、それ以外の、まあ僕はもうなるべく Twitter とか、インスタであったり、YouTube とか、なんかそういうものはもう外出先では一切触れないことにしてます。もう、この携帯のアプリ、携帯の画面上には、もうこれ、Twitter と、インスタと YouTube のアプリはもう全部もう消してます。それ以外に、必要のないアプリは入れないことにしてるんですよ。もう画面上が、もう、たくさんの情報で埋まってるというか、もう視界に入るだけでもちょっとちらつくっていうか、なんかね、不快に感じるんですよね。で、あとはもう一つ、これわかるかな？アプリの、右上のところになんか赤い数字が出るじゃないですか。通知メッセージがどれだけ入ってるかを表すバッジってのかな？そのバッジをもう一切表示しないようにしてるんですよ。もうそれも視界に入れたくないっていうのと、もうそういった、もういろんな通知機能があって、もういろんな通知メッセージがバーって画面上に表示されるのがすごい気が散るというか、もう集中力を阻害するであったり、あらゆる面でもうデメリットしかないなと思ったんですよ。だって、自分がメッセージを見たいってなった時は、まあその時、自分の都合がいいタイミングで画面を開いて、で、その時にチェックをするなり、その時にメッセージを返せばいいだけの話なんで、常日頃からスマートフォンを見続けないといけないかって言ったら、全然そんなことないと思うんですよね。だって、このスマートフォンが出始めたのって、せいぜい10年か15年ぐらいじゃないですか。それより前の時代では、スマートフォンなんてなかったわけですし、それよりも、もう今のこの現代社会があまりにも情報多すぎて、かなりしんどいんですよね。一日の中に、一日における情報量っていうのが、江戸時代の人の、一年分に相当するわけでさ。まあ、これは前回の動画でも話したんだけれど、もうとにかくね、情報が多すぎる。で、あと、必要以上に、多くの、なんだろうな、もういらない情報をできる限り減らしたいんですよね。もう一切見たくないっていうか、まあ、それはね、何が必要で何が、必要でないかとかの、その辺の考え方、その価値観については、それはまあ人それぞれなんで一概にはいないけれど、ただ自分の場合は、なるべく外出先でスマートフォンの画面を見ない、なるべくスマートフォンをいじらないように心がけています。まあ、簡単に言えば、やっぱり大切なのは、スマホを眺めるのではなくて、地球を眺める。これがとても大切だと思います。こういう、天気の、ちょっとした変化であったり、その日の、太陽が差し込むところ、日の光の、日の当たる、光が当たる角度によって、見え方が若干違ってきたりするんですよね。こういう、石とか、川、水面であったり、雑草とか、
木が生い茂ってるところもそうですけれど、ああいうのも、太陽の光が当たる角度によって見え方が全然違ったりするんですよ。特に僕の場合は、写真を撮るのが好きなんで、今もこれ、デジカメがあるんですよ。これ、お見せしますね。もう最近ね、写真撮るときも、もうスマートフォンでは、あまり撮らないようにしていて、ストレージ、ギガ数っていうのかな。保存するときの容量が圧迫していくわけだから、もう最近では、もうこれ、写真撮るときはもうこういったデジカメであったり、あとは今自宅に置いてあるんですけど、一眼カメラで撮ることが多いです。なんかね、これはもう好みの問題なんですけれど、なんかこのボタンがあるじゃないですか。このカメラを取り出して、で、電源をオンにするとき、電源をオンにしてから写真撮るまでのレスポンスが早いんですよね。で、しかも、これちゃんとボタンがついてるわけだから、さっきみたいに手袋をした状態でも、こうやって手袋をつけた状態でも、こうやって写真を撮ることができるんですよね。もうそこが、すごく、いいなと思ってて、スマートフォンだと、手袋をした状態で操作しにくいんですよね。まあ、中には、スマートフォンでの、タッチ操作ができる手袋っていうのもあることはあるんだけれど、そのものによって反応しづらかったり、短い時間の間で、なんか短い日数、何度か使い続けてるうちに、簡単に廃れてしまうんですよね。なんかそれがちょっと不便だなと思って。それだったら、写真と動画を撮るときは、もう、こういうスマートフォンは、なるべく使わず、従来と同じように、こういうカメラを使うようにしますね。で、カメラはカメラ、パソコンはパソコン、で、スマートフォンはスマートフォン。っていう感じで、切り分けて使うのが、ちょうどいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。だってスマートフォンってこれ、個人情報の塊ですからね。連絡のやり取りをする以外に、今とあっては電子決済、QR コード決済とかも対応しているわけでして、まあこれはすごく便利ですね。僕もこれ、楽天ペイで払うことが多いんで、支払いについてはこれで済ませることが多いです。さっきも言ったように、QR コード決済を使うことであったり、Google マップで場所を検索する、あとは、誰かと電話するなり、メッセージのやり取りをする時ぐらいしか使わないですね。それ以外の場面では、なるべくスマホはいじらないようにしています。もう一度、同じことを言いますけれど、スマホを眺めるのではなく、地球を眺める。これが、とても大切だと思いますね。だって、こうして、5体満足で、生きていることに感謝しなきゃって思いますし、やっぱね、こうして日常生活における周辺の、なんか、自然環境を眺めていたいし、なんかね、もう見たくないんですよね。なるべくスマートフォンの画面、特にインスタとツイッターと YouTube のアプリを消したのも、まあそれもあるし、もう一つ、これ言い忘れたんですけれど、僕、今使っているこの携帯、このスマートフォンの、契約なんですけれど、1ヶ月あたり5ギガバイト、1ヶ月で5ギガまでのプランしか入ってないんですよ。もうそれだけで十分だと思ってて、で、1ヶ月5ギガバイトまで使えます。で、前月の余った分のギガ数は翌月に繰り越されるっていう風になってるんで、今となっては、まあ、毎月10ギガバイト、10ギガバイトまで使えるようになってます。でも、って言ってもね、僕1ヶ月間の間で、せいぜい1ギガバイト行くか行かないか、せいぜい1ギガバイトぐらいしか使ってないんですよね。その月によっては、もう本当に1ギガバイト未満で、済むこともあったりするんで、全然使わないときはもう本当に使わないんですよ。料金も今めちゃめちゃ安くて、1ヶ月間における携帯料金っていうのが、今入っている携帯会社が IIJ ミオっていう格安の SIM カードを提供しているところがあって、そこのプランが今、1400円ぐらいかな。だいたいそんなもんですね。1490円とか、まあだいたいこんな感じです。本当だったらもっと安くできるんですよ。今、5分間の
通話定額プラン、そういうオプションサービスに入ってて、まあたまに、電話する時もあったりするんで、まあ仕事の関係上、これはしょうがないんですけれど、そのギガ数に関しては、もう別に僕、外で動画を見ることはないし、ゲームをすることもなく、ツイッターとかインスタとか、なんかそういう SNS も外では全く使わないことにしてるんで、だからこれで十分なんですよね。もう大して使わないんで、ギガ放題ってあるじゃないですか。その外出先でも、その Wi-Fi につなげることなく、簡単に動画を見たり、ゲームをしまくったりできるような、なんかそういうプランがあるじゃないですか。僕、それが原因じゃないかなと思って、いつでも簡単に動画が見れる、そのゲームができるとか、その簡単に、できるような仕組みになっている、それが原因で、こうやって外で見てる人がすごい多いんじゃないかなと思うんですよね。なんか目が疲れるじゃないですか。で、一日におけるその平均視聴時間っていうのを調べたときに、今の人たちって、そのスマートフォンを操作する時のその、視聴時間、その平均的な時間っていうのが、5、6時間ぐらいっていう風に言われてるんですよ。人によっては1日あたり、その、10時間とか12時間近く、もうずーっとこうやって見てる人が多いっていう話を聞いて、ちょっとこれ異常じゃないかなと思ったんですよ。なんかすごい違和感を覚えたんですよね。で、これ、以前、電車に乗った時に、その電車内を振り返って思ったのが、もう8割か9割ぐらいの人たちがもうこうやってずーっとスマートフォンいじってるんですよ。みんな同じ動きをしていて、みんな同じ画面を見ていて、もう外の景色全く見ないんですよ。まあそれがいいかどうかは、まあ、考え方の問題ですし、そこら辺は価値観の問題だから、まあ一概には言えないけれど、ただ俺がそれを見たときに、なんかちょっと、とにかく違和感でしかなかったんですよ。これは、ちょっとね、まあ、どんな画面を見てるのか、何をしているのかは、まあ人それぞれ異なるんで、別にそれが悪いとは言わないけれど、なるべく僕は、外出先では見ないようにしてます。もう極力、もうめんどくさいことを抜きにして、なるべくスマートフォンを見ないようにしてるんですよね。もうほんと疲れる。もうただ疲れるんで、もうただ連絡さえできればそれでいいし、何かわからないとき、もう瞬時に喋ることができればもうそれでいいし、もう必要以上に触れないことが大切だと思います。なんかちょっと眩しくなってきたな。これ。見ます今、ちょうど今、光が差し込んできて。なんかあったけえな、これ。ちょっと今、小雨が降り出してるものの、少しずつ止んできてて、でもこれ寒いですよね。すげえな、これ。今25分も喋ってんだ。これやべえな。最後なんですけれども、もう一度同じことを言いたいと思います。スマホを眺めるのではなく、地球を眺めましょう。これが大切だと思います。で、今、ちょうど太陽の光が、ちょうどね、雲の間から日の光が差し込んできて、これ見えますか？ちょっとこのカメラで伝わるかどうかわかんないけれど、水面に光が照らされている部分、もうこの辺がなんかいいなと思って、この照らされている感じが、どこか神々しい感じがするっていうかね、なんかそういう、その自然に触れることのできる喜び、この小さな喜びを噛み締めたいなと思って、自然に、なんていうんですかね、ちょっと待って、自然に触れることであったり、その日常生活における、その小さな変化、そういったその小さな幸せを噛み締めること、それがすごく大切だと思ってて、だからそういった日常生活における、その小さな変化や、なんでもいいですけれど、その感謝の気持ちを持つこと、些細なことでもいいんですけれど、なんかそういう感謝の気持ちを持つことがすごく大切だと思ってて、その日常生活における、そういう、こういった自然景色に触れることだったり、この野鳥の、その、さえずりであったりね、あとは、こういう雑草とか木が、風によって揺れ動く様子であったり、そういうものを見るのが好きでして、そのこともあって、都会よりも自然が好き。今だったら自信持って言いますね。で、最後になるけれど、なんかだんだん話が逸れてしまって申し訳ないんですけど、できれば、このまま聞いていただけると、幸いです。で、今まで、その国内でもそうだし、海外を旅していた時もそうだったけれど、都会よりも、その地にある自然景色に触れる時、その瞬間が一番幸せだなっていう風に
感じることが多かった。まあ、今年の4月ニュージーランドに行った時もそうですし、あとは北海道へ行った時もそうですし、あとはそう2年前のヨーロッパを旅した時もそうだったけれど、都会よりもその国、その場所にある唯一のその景色、その自然景色に触れる時がすごく心地よかったんですよね。で、その時に感じたのは、僕はやっぱり都会よりも自然が好きなんだなっていう風に、再認識した。まあそのこともあって、なんか、まあそういった経験もあって、これスマートフォンに依存していたり、そうずっとねこうやってもうインターネットばかりに依存していたら、まあさっき話したような旅をする経験っていうのはできなかったでしょうし、それ以前に外に出ることもなく、ずーっとゲームばっかりやって、ずーっとスマホばっかりいじってて、まあそうやってもうずーっと引きこもるような生活を続けて、それで終わっていたかもしれない。どうまとめたらいいかわかんないけれど、あらゆる経験を積むことであったり、いろんなものに触れて、いろんな価値観に触れて、そういった小さな出来事を積み重ねて、で、それを、後のその自分自身の成長につなげていく。っていうことを考えたら、やっぱりもっと積極的に外に出て、で、知らないものに、その知らないことを知るためにその場所へ行く。そのために動く。で、いろんなものに触れる。こういったその自然の景色に触れることは、まあ、何でもいいですけれど、やっぱり、体を動かすこととか、もっと、積極的に、アウトドアなことに触れる。それが大切なんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっとごめんなさいね。口下手で、これどう、まとめたらいいか、わかんないんですけれど、なるべく、その自分の言葉で話したいというか、もう30分経つんだ。早いな。ネットで見るのと、自分の目で見たものでは、もう感じ方が全然違うんですよね。もうこればかりは実際に触れてみないとわからないかもしれないんで、これをどう言葉で伝えたらいいかちょっとわからないんですけれども、やっぱりね、もう早い話、もうめんどくさいことは抜きにして、まず、外に出ましょう。もうそれが一番ですね。まあ歩けるようだったらもう積極的に外に出ていろんなものに触れる、いろんなものを見て回って、で、なるべくスマートフォンをいじらないようにすること、いじらない習慣を身につけることが大切だと僕は思います。はい。まあっていうところですかね。まあこういった感じでね、身近にあるその環境を楽しむこと、もっとそう周囲の変化であったり、そういう小さな変化を楽しむためにも、なるべくスマートフォンをいじらないようにした方がいいと思います。今の流行りの言葉で言ったら、デジタルデトックスっていうのかな。まあそんな感じですね。まあ、一昔前のその生活水準に少し下げる、その生活レベルを、ちょっとだけ下げるようにする。まあそれだけでも、多分、メンタル的な面で見て、ほんのわずかな変化が出てくるかもしれません。試しにやってみる価値はあると思います。っていう感じで、そろそろ終わりにしたいと思います。っていうか、俺結構喋ったな。すげえ。今この動画の、その再生時間、この今録画してる時間を見てるんですけれど、これ今32分ってあってんですよ。めっちゃ喋ってんな、これ。というわけでね、あとは、このまま家に帰って、で、この動画のデータをパソコンに取り込んで、編集作業を行いたいと思います。街中で見る赤霊と、こういう川の近くにいる、赤霊って種類が違うんですよね。街中にいる赤霊は確か、あれなんていう名前だっけ、あれ、白赤霊っていうんだっけか。コンビニとか、その駐車場とか、なんかそういうところの近くによくいるじゃないですか。なんか歩くのがめっちゃ速い鳥いますよね。そこの川の近くにいるのが、ちょっと見えないかもしれない。全然見えないと思うんだけれど、あれが確か、なんだっけあれ、セグロ赤霊だっけか。なんかね、その、赤霊にも種類があって、赤霊って言っても違う種類があったとしても、もっと間近に見ないと、いや、わからんな。まあ僕は別に専門家でも何でもないんで、まあそこら辺は、多めに見てください。っていうわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。うわ、寒い。ちょっとそろそろ帰ります。